今日から芋の植え付けをしていきます。まずは畑の外周をぐるっと一周しながら植えていきます。カッティングプランターはこんな感じで作動しています。ビートに続いてやっと芋を植え終わりました。皆さんこんにちは、さおりです。今日から芋の植え付けをしていきます。で、じゃがいもの作付け面積なんですけど、ここの今見えてる畑が 2.4 ヘクタール、あともう1枚3ヘクタールの畑があるので、合わせて 5.4 ヘクタール分植え付けていきます。はい、ということで早速今植え付けるための肥料と種芋の準備をしているところです。まず肥料ですね。肥料はこの右側に見える緑色の肥料分配器というもので、機械に入れていきます。で、左側にあるのが肥料なんですけど、この芋にって書いてるやつですね。これ1パック500キロ入ってます。成分量としては NPK が 6%、21%、11% 含まれていて、だいたい1ヘクタールあたり、900キロ撒いていきます。あとマグネシウムも 5% 含んでいます。で、この肥料はですね、ビートの時とは違って植え付けと同時に施肥するタイプなので、均等にまけるようにね、これから調整していきます。はい、そしてこれがカッティングプランターです。この機械は種芋を一定間隔で切りながら植え付けていくものになっています。種芋がここに入ってこう落ちてカットされて植え付けられるっていう感じになるんですけど、この下の部分がですね、この部分にコロンと芋が出てくると、ここについているカッターのようなもの、包丁のようなものでスパッとね、芋が半分に切られます。そして下に落ちるんですけど、半分に切ってポトって落ちるとどうしても右か左に寄ってしまうんですよね。それでできるだけ真ん中に植えたいので、今回鍛冶職人がこの棒をね溶接しました。これをすることでしっかり畝の中心に落ちるのではないかという作戦です。こんな感じで奥にもこの棒が溶接されています。そしてあともう一つ、このカッティングプランター、本当はここまでなんですけど、このちょっと濃い緑の部分は増し枠をしています。これまで種芋を植え付ける時、こうコンテナにね、20キロくらい入るコンテナに種芋を入れて、それをこうわーって入れていたんですけど、結構それが大変で、今回はね、リフトでフォークリフトで種芋を釣って直接この中に入れていこうかなって思ってるんですけど、そうなるとできるだけ量も入れたいので、この増し枠を鍛冶職人が作りました。で、既製品のものもあるんですけど、そうなるとね、数万円かかります。こういう感じでできるだけ作ろうということで、数千円でこの増し枠を作ってみました。これでだいぶ種芋も入るかなという感じです。中を見るとこんな感じ。はい、牛舎に置きっぱなしになっている種芋です。だいぶ前に種芋の選別を行って結構期間が空いたんですけど、はい、もう余裕で芽が出ている。こんな感じ。めっちゃ芽が出てます。良さそうです。まずは分配器から肥料を入れます。成分量をさっきさらっと言ったんですが、作物に必要な栄養素は大きく分けて3つあって、窒素、リン酸、カリウムです。今回植えるじゃがいもに関して言うと、窒素が多すぎると形が悪くなります。逆にリン酸やカリウムはそこそこ必要で、
その他にも細胞壁の形成のためにカルシウムが必要だったりします。これらの要素が多すぎたり、足りなくても成長がうまくいかなかったり、病気に弱くなってしまったりするので、その作物に合った施肥設計をすることで、無駄なく効率よく育てることができます。入ったー。バラバラだけど。よし、早速植えてきますか。あ、ちょっと出過ぎかな、速度。こんなもんか。さあ、一回見てみますか。こんな感じで、ポテトプランターは4畝ずつ植えていきます。ちょっと掘って確認してみましょう。あ、あった。あった。だいたい地面から3センチくらい埋まってるのがベスト。じゃがいもは芽が出た後に土を寄せるバイトという作業があるので、最初は芽が出やすいように浅めに植えています。肥料は種芋の少し下にまくことで、発芽後に根がしっかり伸びるよう工夫しています。何度か深さを調整して、ちょうど良くなったらそのまま走っていきます。まずは畑の外周をぐるっと一周しながら植えていきます。こうしておくと収穫の時に収穫機がスムーズに動けて、無駄なく効率よく作業ができます。例年は収穫前にデガー掘りという少し手間のかかる作業をしてたんですけど、今年はそれをしなくていいように考えています。種芋を植えるときはカッティングプランターに人が乗って種芋の補充をしながら走ります。ただ3キロくらいならほぼ補充する必要はなく、一人で作業することもできます。外周が終わったら、今度は縦方向にまっすぐ植えていきます。ここで大事なのはまっすぐ走ることです。これが収量にも大きく関わってきます。なので植え付けは必ず GPS をつけてやっています。カッティングプランターはこんな感じで作動しています。カップの中に芋が入っているか確認し、入ってなければ手で入れます。この時に種芋が大きいとカップに芋が乗らなかったりトラブルの原因になってしまうので、事前に種芋の選別を行っています。カップに乗った種芋が1個ずつ落ちて、下にあるナイフのような刃で半分にカットされます。種芋がちょうどいい大きさにカットされながら等間隔に植えられていきます。1日目 2.4 ヘクタール分の植え付け完了です。はい、次の畑にやってきました。次は
3ヘクタールです。この前結構真っ暗な中 2.4 ヘクタールを終わったんですけど、そこから次の日雨が降って2日間空いて、やっと今日植えられてるっていう感じです。で、2.4 ヘクタールの時と同じようにこう外周まずぐる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 回って、今縦畝を植えてるっていう感じですね。ということで2日目は機械に乗って種芋が入っていないカップに補充をしていきます。4畝分あるので、あっち見たりこっち見たり、でも意外とカップに乗っているので、速度によっては1人でも見れますが、2人乗って2畝分ずつ見る農家さんが多いかと思います。ビートの時は2畝ずつ植える機械だったので、それなりに時間がかかったんですけど、芋は4畝ずつなので5ヘクタールでもあっという間です。ゾンビみたい。あと1週半で終わります。やばー。最後は種芋も肥料も入れすぎると後片付けが大変なので少なめにして走っています。なので足りてるかちょっと心配になります。ほい。ということで無事に芋植え終わりました。顔がもうボロボロなんですけど、見て、植え終わった。やった。なんとか 5.4 ヘクタールですね、植え終わりました。今回鍛冶職人が作ってくれたマシ枠、かなり入れれる量が増えて活躍しました。種芋を自動で補充してくれる装置もあるみたいで、それがあれば後ろに乗る必要もないし、めちゃくちゃ欲しいです。ちなみにあっち側がこの前ビートを巻いた畑です。ここずらーっと芋ですね。今年はどんな芋がなるでしょう。去年はめっちゃちっちゃかったんだよね。今年はそれなりの厚さであってほしい。はい、ということでビートに続いてやっと芋を植え終わりました。結構もう芋植えるの早い人だと雪溶けてすぐに植える人とかもいるので、そういう人たちから比べるともう1ヶ月くらい差があるのかなと思いますが、まあまあまあ、はい、そんな感じでやっとビート、そして芋を植え終わりました。あとはかぼちゃとか大豆とか小豆とかさつまいもとか、まあまだあるんですけど、徐々に頑張っていこうと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。